今日も一日ご苦労様でした。このチャンネルはあなたを心地よい睡眠へと誘う朗読チャンネルです。法廷の緊張感とミステリーの深みを感じながら心地よい眠りに導かれましょう。現実から離れ、しばしあなたの知恵を主人公と共に謎解きに生かしていただけますと幸いです。この動画は法廷ミステリーオリジナルストーリーを5話お届けします。当チャンネル眠りの語り部ではあなたの夢のお供になる物語をご用意していますので、深い眠りへと旅立つ前にぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではおやすみなさい。証言の謎。東京地方裁判所の大法廷では緊張感が漂っていた。被告人の山田一郎が殺人罪で起訴されており、法廷は彼の証言に注目していた。山田は自らが罪を犯したと供述していたが、その証言には明らかな矛盾が含まれていた。被告人は自らの手で被害者を殺害したと述べました。しかし、彼の証言にはいくつかの矛盾があります。と検察官は法廷で述べた。山田の弁護人もまた、その証言の矛盾を指摘しつつ、彼の無罪を主張していた。被告人の供述には信憑性が欠けています。彼は混乱しており、真実を話しているわけではありません。と弁護人は反論した。その頃、法医学者の佐藤玲奈は、この裁判に協力していた。玲奈は法医学の専門知識を駆使して事件の真相を解明する役割を担っていた。彼女は法廷の証言に耳を傾けながら、山田の供述に何か重要な手がかりがあると感じていた。この証言の矛盾を解明するためには、事件の背景をもっと詳しく調べる必要がある。と玲奈は心の中で決意を固めた。法廷での証言を終えた後、玲奈は早速調査を開始した。彼女はまず、事件現場で見つかった証拠品や目撃者の証言を徹底的に分析することにした。彼女の冷静な目と鋭い洞察力が、真実を追求する上での大きな武器となるだろう。山田が本当に犯人だとしたら、なぜ証言にこんなに多くの矛盾が生じるのか。と玲奈は自問自答しながら、事件の真相に迫っていくことを決意した。法廷での証言を聞いた佐藤玲奈は、山田一郎の供述に潜む矛盾を解明するために行動を開始した。まず、玲奈は事件現場を訪れ、そこで見つかった証拠品や物的証拠を再度調べることにした。彼女は現場の詳細な記録を手に入れ、それをもとに事件の再構築を試みた。玲奈は警察署を訪れ、捜査資料に目を通す許可を得た。彼女は警察官の協力を得て、証拠品の解析を行った。現場に残された指紋や DNA、そして被害者の傷のパターンなど、すべてを詳細に調べることで、山田の供述に矛盾する点が見つかるかもしれないと考えた。この傷の角度と深さ、被害者の体格から考えて、山田さんが言っているような状況でこうなるはずがない。と玲奈は言った。彼女は警察官と共に再現実験を行い、山田の証言と矛盾する物理的な証拠を集めた。さらに、玲奈は事件当日に山田と接触していた人物たちに話を聞くことにした。彼女はまず、山田の家族や友人、そして職場の同僚にインタビューを行った。彼らの証言から、山田の行動や言動に不審な点がなかったかを確認した。山田さんはいつも冷静で優しい人でした。そんな彼が突然人を殺すなんて
信じられません。と山田の同僚の一人が語った。レーナはこの証言をもとに、山田の人柄や過去の行動をさらに掘り下げて調査した。彼が事件当日にどのような行動をとっていたのか、そして誰と接触していたのかを細かく確認した。特に、山田の恋人である中村理恵に対しては詳しく話を聞いた。理恵さん、本当に山田さんが犯人なんですか？彼があなたを守るために嘘をついているのではないですか？とレーナは直球で尋ねた。理恵は一瞬ためらったが、やがて重い口を開いた。私は何も知らない。ただ、山田は私を守ろうとしているのかもしれない。でも、彼が本当に犯人だとは思えない。と彼女は答えた。この証言を受けて、レーナは山田が誰かをかばっている可能性を強く感じた。彼女は事件の背後に潜む陰謀を解明するために、さらなる調査を進めることを決意した。山田が理恵を守るために嘘の証言をしていると仮定し、彼が実際に犯行を指示した人物を突き止めるための証拠を集める必要があった。レーナは法医学の専門知識を駆使し、証拠品を再解析した。その結果、山田の証言と矛盾する物的証拠が次々と明らかになった。彼女はこれらの証拠をもとに、山田が自らの手で犯行を行っていないことを証明するための論理を構築していった。山田さん、あなたは本当に犯人ではないのですね。真実を話してください。とレーナは山田に再度問いかけた。山田は深く息をつきながら答えた。そうだ、俺は犯人じゃない。でも、理恵を守るために嘘をついたんだ。彼女を巻き込んだのは俺の責任だから。と彼は涙ながらに語った。レーナはこの告白をもとに、事件の真相に迫るための新たな手がかりを探し始めた。彼女はさらに詳しく調査を進め、山田がかばっている人物を特定するための証拠を集めていった。そして、彼が連続殺人犯の指示に基づいて行動していたことを突き止めることに成功した。佐藤玲奈は山田一郎の告白をもとに、彼が理恵をかばっていることを確認した。しかし、それだけでは事件の全貌を解明するには不十分だった。玲奈は、山田が誰の指示に従って行動していたのかを突き止めるため、さらなる調査を進めた。玲奈はまず、山田が関与していた可能性のある過去の事件や、彼が関わっていた人物たちを徹底的に洗い出した。その過程で、彼が以前に接触していたある犯罪者の存在が浮かび上がった。その人物は現在、連続殺人の罪で獄中にいる藤井健二だった。藤井健二は冷酷な連続殺人犯として知られ、その手口は極めて計画的で巧妙だった。彼が獄中からも外部に指示を出し続けている可能性があることを知った玲奈は、藤井との関連をさらに詳しく調査することにした。まず、玲奈は藤井が収監されている刑務所に連絡を取り、彼の面会記録や通信記録を確認した。彼が外部と接触している可能性が高いため、そこから重要な手がかりを得られると考えたのだ。藤井健二はここに収監されてからも、頻繁に外部と通信していました。特に、ある特定の人物との通信が多いようです。と刑務所の職員は玲奈に説明した。玲奈はその人物の名前を聞き出し、さらに調査を進めることにした。その人物は藤井の旧友であり、現在は独自に活動している犯罪者の鈴木達也だった。鈴木が藤井の指示に従い、外部で行動している可能性が高いと判断した玲奈は、鈴木を追跡することに決めた。一方、
レーナは警察と協力し、山田がどのようにして藤井の指示を受けていたのかを調査した。彼女は山田の通信記録や銀行口座の動きを確認し、藤井からの指示がどのように伝えられていたのかを突き止めようとした。その結果、山田が頻繁に通信していたある番号が浮かび上がった。その番号は刑務所からのものであり、藤井が獄中から山田に指示を出していたことが明らかになった。レーナはこれをもとに、さらに証拠を集め、藤井と鈴木の関係を明らかにするための準備を進めた。藤井検事が獄中から指示を出し、鈴木達也がそれを実行している。山田はその一部に巻き込まれ、理恵を守るために嘘の証言をした。とレーナは自らの仮説を整理した。次に、レーナは鈴木達也の行方を追跡し、彼を捕まえるための計画を立てた。彼女は警察と連携し、鈴木が潜伏している可能性のある場所を洗い出し、彼の逮捕に向けた準備を進めた。鈴木のアジトに突入する日がやってきた。警察の捜査チームと共にレーナも現場に向かい、鈴木の逮捕に立ち会った。鈴木は最初は抵抗したが、最終的には逮捕され、取り調べを受けることとなった。お前は藤井検事の指示で動いていたんだな。と警察官が鈴木を問い詰めた。鈴木はしばらく黙っていたが、やがて重い口を開いた。そうだ。藤井の指示で動いていた。山田はただの駒に過ぎない。と彼は告白した。この証言により、藤井検事が獄中から連続殺人を指示し、山田を巻き込んでいたことが明らかになった。レーナは事件の全貌を解明するための証拠を揃え、法廷で藤井と鈴木の罪を追及する準備を進めた。佐藤レーナは鈴木達也の自白をもとに、藤井検事が獄中から連続殺人を指示していたことを確信した。彼女は事件の全貌を解明するため、藤井との関連をさらに詳しく調査することにした。レーナは警察と協力し、藤井がどのようにして外部に指示を出していたのか、その手法を突き止めようとした。まず、レーナは藤井が収監されている刑務所に再度訪れ、彼の通信記録や面会記録を徹底的に調査した。彼女は藤井がどのようにして外部と連絡を取っていたのか、その詳細を明らかにするために刑務所の職員と密接に協力した。藤井は非常に巧妙に通信手段を使っていました。普通の受刑者では考えられないほどの情報ネットワークを持っていたようです。と刑務所の職員はレーナに説明した。レーナは藤井が使用していた通信手段を解析し、彼が外部に指示を出していた方法を突き止めた。彼は暗号化されたメッセージを使い、鈴木達也を通じて外部での犯罪活動を指示していたことが判明した。藤井は非常に計画的でした。彼の指示は詳細にわたり、すべてが計算されていたのです。とレーナは警察の捜査チームに説明した。さらに、レーナは山田一郎との関連を確認するため、彼の過去の通信記録や銀行口座の動きを調査した。その結果、山田が藤井の指示を受けて動いていたことが明らかになった。山田は理恵を守るために藤井の指示に従わざるを得なかったのだ。山田さん、あなたは藤井の指示に従っていたのですね。理恵さんを守るために。とレーナは問いかけた。山田はうなずきながら答えた。そうだ。藤井は理恵を利用して俺を脅していたんだ。俺が言う通りにしなければ、理恵の命が危ないと脅された。と彼は涙ながらに告白した。この告白をもとに、レーナは藤井検事と鈴木達也の共謀を立証するための証拠を集め、
法廷で彼らの罪を追及する準備を進めた。彼女は警察と協力し、藤井と鈴木の通信記録や暗号化されたメッセージを解析し、それを証拠として法廷に提出する計画を立てた。法廷では、藤井検事の冷酷な計画が次第に明らかになっていった。レーナは検察側の証人として法廷に立ち、藤井の手口や鈴木との共謀について詳細に証言した。藤井被告は獄中から暗号化されたメッセージを使い、鈴木達也被告に指示を出していました。山田被告はその指示に従わざるを得ず、理恵さんを守るために嘘の証言をしていました。トレーナは法廷で証言した。藤井は最初は無罪を主張していたが、次第にレーナの証拠によって追い詰められ、最終的には罪を認めざるを得なくなった。確かに、私は獄中から指示を出していた。だが、すべては計画の一部だった。と藤井は冷静に語った。この告白により、事件の全貌が明らかになった。藤井検事は連続殺人犯として有罪判決を受け、鈴木達也も共謀罪で有罪となった。山田一郎は無罪が確定し、理恵も無事に解放された。あなたの努力が真実を明らかにしました。本当にありがとう。と山田は感謝の言葉を述べた。レーナは微笑みながら答えた。私はただ真実を追い求めただけです。これからも法と正義を守るために全力を尽くします。事件が解決し、東京の街に再び平和が訪れた。レーナは自らの使命を果たし、次なる挑戦に向けて歩みを進めていった。事件が解決し、佐藤レーナは法廷を出た。東京の街には再び平和が訪れ、レーナは自らの使命を果たした達成感を胸に、次なる挑戦に向けて歩みを進めていた。彼女の証言と分析により、藤井検事と鈴木達也の共謀が明らかになり、彼らは有罪判決を受けた。レーナは帰宅後、ふと窓の外を眺めた。都会の夜景が広がり、彼女の心に静かな満足感をもたらしていた。事件は解決したが、レーナの使命は終わらない。彼女は法と正義を守るため、これからも真実を追求し続ける決意を新たにした。翌日、レーナは新たな事件の捜査に向けて出発した。彼女の目は冷静で鋭く、強い意志を持っていた。東京の街は再び彼女を必要としている。レーナは自分の持つ知識と経験を生かし、次なる挑戦に立ち向かう準備を整えていた。これからも法と正義を守るために全力を尽くします。と心の中で誓ったレーナは、再び歩み出した。彼女の物語は終わりを迎えたが、新たな物語が始まる予感に満ちていた。正義の行方。東京の繁華街に位置する橘法律事務所。ここでは弁護士の橘直人が、日々、様々な依頼を抱えながらも誠実に仕事をこなしていた。彼は正義感が強く、依頼人のためならどんな困難にも立ち向かう覚悟を持っている。そんな橘のもとに、一人の若い青年が訪れた。青年の名は佐藤健。彼は緊張した面持ちで、事務所のドアをノックした。失礼します。橘先生にお会いしたいのですが。橘はすぐに彼を迎え入れ、事情を聞くことにした。佐藤は震える声で話し始めた。僕は無実なんです。実業家、田中浩一さんを殺したなんて、そんなこと
絶対にありません。田中光一は大手企業の社長で、最近殺害されたばかりの人物だった。その死は社会に大きな衝撃を与え、連日ニュースで報道されていた。佐藤はその事件の主要な容疑者として警察に逮捕され、今は保釈中である。彼は田中の元従業員であり、田中の不正行為を知り、会社を辞めていた。これが動機とされ、現場からは佐藤の指紋が検出されたことで、警察は彼を有罪とみなしていた。立花は佐藤の話を聞きながら、その無実を信じることにした。彼の目には嘘偽りのない真剣さが映っていたからだ。立花は決意を固め、佐藤の弁護を引き受けることにした。わかりました、佐藤さん。あなたの無実を証明するために全力を尽くしましょう。立花はすぐに調査を開始した。まず、事件現場の情報を集め、証拠を洗い直す必要があった。田中のオフィスに残された指紋や、佐藤のアリバイを確認するために、証人探しにも奔走した。佐藤の友人たちも証言を拒んでいたが、立花は彼らを説得し、協力を得ることができた。立花は田中の死の真相を解明するため、彼の周囲の人間関係にも目を向けることにした。田中は多くの敵を作っていたことが分かり、特に会社の内部告発を恐れる役員たちやビジネス上のライバルたちが浮上してきた。立花はこれらの人物たちが事件に関与している可能性を追求する。こうして、立花は佐藤の無実を証明するための長い戦いを始めることになった。彼は法廷での攻防に備え、証拠を集め、戦略を練る毎日を過ごす。佐藤もまた、立花の尽力に感謝しながらも、未来への不安を抱えていた。しかし、立花の強い信念と決意が、彼に希望を与えた。正義とは何か、真実を追い求めるその過程で、立花は自身の信念を試されることになる。そして、佐藤の無実を証明することで、彼は一つの答えを見つけ出すのだ。立花直人はまず、事件の概要を把握するために警察の調査資料に目を通した。事件は深夜に起こり、田中光一は自社のオフィスで殺害されていた。現場には争った痕跡があり、部屋の一部は荒らされていた。最も重要な証拠は、田中のデスクから発見された佐藤健の指紋だった。この指紋が佐藤を有罪に結びつける決定的な証拠となっていた。佐藤は田中の元従業員であり、数ヶ月前に会社を辞めていた。彼は田中の不正行為を知り、その不正を告発しようとしていたが、結果的には自ら退職する道を選んだという。立花は佐藤から詳しい事情を聞き出すため、彼と何度も面談を重ねた。先生、僕はあの日、田中さんのオフィスには行っていません。僕は友人と一緒にいました。でも、その友人が証言してくれないんです。佐藤は深い苦悩を抱えながらも、真実を語っていた。立花は彼のアリバイを確認するため、その友人に接触することを決意した。友人は当初、証言を拒んでいたが、立花の説得によりようやく協力を得ることができた。友人の証言によれば、佐藤は事件当夜、彼と一緒に過ごしていた。しかし、その証言だけでは不十分であり、立花はさらなる証拠を探す必要があった。彼は佐藤の携帯電話の位置情報や、防犯カメラの映像を確認するため、徹底的な調査を開始した。一方で、立花は田中のオフィスを訪れ、現場の状況を自ら確認することにした。
現場には依然として緊張感が漂っており、警察の封鎖が解かれていなかった。橘は警察官に協力を依頼し、細部まで現場を調べ上げた。その中で、橘は一つの不審な点に気づいた。田中のデスクの上には、佐藤の指紋以外にも複数の指紋が残されていたが、それらは調査の対象になっていなかった。橘はこれらの指紋が他の容疑者のものである可能性が高いと考え、警察に再調査を依頼した。また、橘は田中のビジネス関係者にも接触し、彼の死の真相を探るための情報を集め始めた。田中は成功した実業家だったが、その裏には多くの敵が存在していた。特に、会社の内部告発を恐れる役員たちや、ビジネス上のライバルたちが田中に対して強い敵意を抱いていたことが次第に明らかになっていった。橘はこれらの情報をもとに、佐藤の無罪を証明するための戦略を練り始めた。彼は法廷での攻防に備え、証人を確保し、証拠を整理していった。佐藤もまた、橘の尽力に感謝しながらも、自らの無実を信じ続けた。橘は事件の真相を追求するために、さらに詳細な調査を進めていった。田中の死には多くの謎が残されており、彼の周囲の人間関係が鍵を握っていると確信していた。田中は成功した実業家でありながら、多くの敵を作っていた。彼のビジネスパートナー、社員、ライバル企業の関係者、さらには家族までもが調査対象となった。まず、橘は田中の会社の内部告発を恐れる役員たちに目を向けた。田中の不正行為を告発しようとする動きがあったことが分かり、その中心人物が誰かを探るために情報を集め始めた。役員たちは田中の死を受けて動揺しており、橘の質問に対しても明確な答えを避けることが多かった。しかし、橘は根気強く調査を続け、ついに一人の役員が田中の不正に関与していたことを示す証拠を見つけ出した。その証拠は、田中が多額の賄賂を受け取っていたことを示す銀行取引記録だった。橘はこれをもとに、その役員が田中を殺害する動機を持っていると考え、さらなる追及を試みた。同時に、田中のライバル企業の関係者にも接触し、彼のビジネス上の敵意を探った。ライバル企業の一部の幹部は田中との競争に対して強い敵意を抱いており、事件の背後に彼らがいる可能性も浮上してきた。さらに、橘は田中の家族にも話を聞くことにした。田中の妻と息子は事件について多くを語らなかったが、彼らの態度からは何か隠しているような気配があった。橘は家族の内部で何が起こっていたのかを探るために、より深く調査を進めることにした。その中で、橘は田中の妻が夫との関係に悩んでいたことを知る。田中は家庭内で厳格な支配者であり、妻との関係は冷え切っていた。これが事件にどのように関与しているのかはまだ不明だったが、橘はこの情報をもとにさらに調査を進めることにした。また、橘は田中のオフィスの監視カメラの映像を確認することに成功した。映像には、事件当夜に不審な人物が出入りしている様子が映っていた。この人物が真犯人である可能性が高まり、橘はその人物の特定に全力を注いだ。映像を分析する中で、橘はその人物が田中のビジネスパートナーの一人であることを突き止めた。彼は田中とのビジネス上のトラブルを抱えており、殺害の動機があった。橘はこの情報をもとに、その人物を法廷に召喚し、証言を引き出す計画を立てた。
こうして、立花は徐々に事件の真相に迫っていった。証拠と証言を組み合わせ、佐藤の無罪を証明するための準備を整えていった。彼の努力と情熱が、真実を明らかにする日を近づけていた。ついに裁判が始まった。法廷には多くの報道陣と傍聴陣が詰めかけ、緊張感が漂っていた。佐藤健は立花の隣に座り、深い不安とともに法廷の進行を見守っていた。立花は冷静な表情を保ちつつ、心の中では激しい闘志を燃やしていた。検察側は冒頭陳述で、佐藤の動機と指紋の証拠を強調し、彼を有罪に結びつけようとした。検察官は佐藤が田中の不正行為を知り、それを告発しようとしていたこと、そして田中のデスクから発見された指紋が決定的な証拠であると主張した。彼の言葉には自信が満ちており、佐藤を追い詰めるかのようだった。立花は反論の準備を整え、証人尋問に移った。最初に呼ばれたのは佐藤の友人であり、事件当夜に一緒に過ごしていた人物だった。彼の証言は佐藤のアリバイを裏付けるものであり、立花は彼の証言を引き出すことで佐藤の無実を証明しようとした。あなたは事件当夜、佐藤健と一緒にいたと証言しましたね。その時刻と場所を具体的に教えてください。友人は緊張しながらも、詳細な説明を行った。彼の証言は佐藤のアリバイを強固にするものであり、法廷内に一瞬の静寂が訪れた。しかし、検察側はこの証言を信用できないと主張し、さらなる証拠を求めた。次に、立花は田中のビジネスパートナーである不審人物を証人として呼び出した。彼の証言は事件の新たな展開をもたらすものだった。立花は冷静に質問を投げかけ、その人物が田中とのビジネストラブルを抱えていたことを明らかにした。あなたは田中光一とビジネス上のトラブルを抱えていましたね。それが原因で彼を憎んでいたのではありませんか。証人は一瞬動揺したが、冷静を装って反論した。しかし、立花は彼の矛盾点を突き、その証言の信憑性を崩していった。さらに、監視カメラの映像を提示し、その人物が事件当夜に田中のオフィスに出入りしていたことを証明した。証拠が次々と積み上げられる中で、立花は最終的な決定打を放った。それは、田中が実際には別の人物に命を狙われていたことを示す新たな証拠だった。この証拠は、田中の死が計画的なものであり、佐藤は無関係であることを示していた。立花は法廷での最終弁論で、真実と正義の重要性を訴えた。彼の言葉には深い信念と情熱が込められており、法廷内の全員が彼の言葉に耳を傾けた。最終的に、裁判官は佐藤の無罪を宣告し、真犯人が新たに逮捕された。佐藤健は無罪を証明され、自由の身となった。法廷を出た彼の顔には、安堵の表情が浮かんでいた。立花直人はそんな佐藤の姿を見ながら、自分の信じる正義が貫かれたことに深い満足感を覚えた。しかし、同時に法の限界や人間の欲望の深さについても考えさせられる出来事だった。佐藤は立花に深々と頭を下げ、感謝の言葉を述べた。立花先生、本当にありがとうございました。あなたのおかげで、僕は再び自由になることができました。立花は微笑みながら佐藤の肩に手を置いた。佐藤さん、あなたの無実を証明できて本当に良かった。でも、これからも真実を追い求めることを忘れないでください。
事件は解決したものの、田中の死によって傷ついた人々の心は簡単には言えない。佐藤もまた、この事件によって心に深い傷を負った。しかし、橘の信念と努力によって、彼は再び前を向いて歩き出すことができた。橘は事務所に戻り、新たな依頼に向けて準備を始めた。彼の心には、正義とは何かを改めて考えさせられる思いが宿っていた。法廷での経験は彼にとって大きな学びとなり、今後の活動に生かしていくことを誓った。今日も、橘は新たな依頼人との面談に向かう。彼の目には新たな挑戦への意欲と、正義を貫く強い意志が宿っていた。正義の行方とは何か。橘直人の探求はこれからも続く。彼が追い求める正義の旅はまだ始まったばかりである。機密の審判。東京の大手法律事務所、松田法律事務所。その一角にあるデスクで、弁護士の松田真一は一通の手紙に目を通していた。その手紙は匿名で送られてきたもので、内容は簡潔だが衝撃的だった。無実の罪で起訴される女性を救ってほしい、というお願いが書かれていた。松田は手紙を握りしめ、デスクに身を乗り出した。差出人の名前も、事件の詳細も一切書かれていない。不審に思いつつも、彼の心には正義感が芽生えた。これまで数多くの依頼をこなしてきたが、このような形で依頼を受けるのは初めてだ。松田は興味を持ち、早速調査を開始することにした。まず、松田は事件の被告人について調べ始めた。インターネットでの検索と、事務所のネットワークを駆使して情報を集める。被告人の名前は小山美咲。彼女は大手企業の秘書であり、最近社長の殺害容疑で逮捕されたばかりだった。ニュース記事によれば、現場には美咲の指紋が残されており、動機も十分にあったとされている。松田は直感的に、この事件には裏があると感じた。美咲が犯人であるならば、なぜ彼女は匿名の手紙を通じて助けを求めてきたのか。その疑問が松田をさらに深く掘り下げさせた。翌日、松田は美咲が勾留されている警察署を訪れた。警察官に事情を説明し、面会の許可を得る。美咲は細身の女性で、疲れ切った表情をしていた。彼女の目には深い悲しみと絶望が漂っている。小山さん、私は弁護士の松田真一です。あなたの無実を信じて、弁護を引き受けたいと思います。詳しい話を聞かせてもらえますか。美咲は一瞬と惑いながらも、静かに語り始めた。私が社長を殺したなんて、絶対にありえません。あの夜、私は。彼女の話を聞く中で、松田は美咲の無実を確信した。わかりました。必ずあなたを救います。と、松田は力強く宣言した。そして、この決意とともに、美咲の無実を証明するための長い戦いが始まった。松田真一は、まず小山美咲の無実を証明するための情報を集め始めた。彼女が起訴されている事件の詳細を把握するため、警察の調査資料に目を通した。事件は深夜に起こり、被害者である大手企業の社長、田辺克也は自社のオフィスで殺害されていた。現場には争った痕跡があり、部屋の一部は荒らされていた。
最も重要な証拠は、田辺のデスクから発見された美咲の指紋だった。この指紋が美咲を有罪に結びつける決定的な証拠となっていた。松田は美咲と再度面談を行い、事件当夜の彼女の行動について詳しく聞き出した。美咲は冷静を保ちながらも、深い不安を抱えていた。松田先生、あの日私は田辺社長のオフィスに行っていません。私は友人と一緒にいましたが、その友人が証言を拒んでいるんです。美咲の話を聞きながら、松田は彼女のアリバイを確認するため、その友人に接触することを決意した。友人は当初、証言を拒んでいたが、松田の熱心な説得により、ようやく協力を得ることができた。友人の証言によれば、美咲は事件当夜、確かに彼と一緒に過ごしていた。しかし、その証言だけでは不十分であり、松田はさらなる証拠を探す必要があった。彼は美咲の携帯電話の位置情報や、防犯カメラの映像を確認するため、徹底的な調査を開始した。一方で、松田は田辺社長のオフィスを訪れ、現場の状況を自ら確認することにした。現場には依然として緊張感が漂っており、警察の封鎖が解かれていなかった。松田は警察官に協力を依頼し、細部まで現場を調べ上げた。その中で、松田は一つの不審な点に気づいた。田辺のデスクの上には、美咲の指紋以外にも複数の指紋が残されていたが、それらは調査の対象になっていなかった。松田はこれらの指紋が他の容疑者のものである可能性が高いと考え、警察に再調査を依頼した。また、松田は田辺のビジネス関係者にも接触し、彼の死の真相を探るための情報を集め始めた。田辺は成功した実業家だったが、その裏には多くの敵が存在していた。特に、会社の内部告発を恐れる役員たちや、ビジネス上のライバルたちが田辺に対して強い敵意を抱いていたことが次第に明らかになっていった。松田はこれらの情報をもとに、美咲の無罪を証明するための戦略を練り始めた。彼は法廷での攻防に備え、証人を確保し、証拠を整理していった。美咲もまた、松田の尽力に感謝しながらも、自らの無実を信じ続けた。松田は事件の真相を追求するため、さらに詳細な調査を進めていった。田辺の死には多くの謎が残されており、彼の周囲の人間関係が鍵を握っていると確信していた。田辺は成功した実業家でありながら、多くの敵を作っていた。彼のビジネスパートナー、社員、ライバル企業の関係者、さらには家族までもが調査対象となった。まず、松田は田辺の会社の内部告発を恐れる役員たちに目を向けた。田辺の不正行為を告発しようとする動きがあったことが分かり、その中心人物が誰かを探るために情報を集め始めた。役員たちは田辺の死を受けて動揺しており、松田の質問に対しても明確な答えを避けることが多かった。しかし、松田は根気強く調査を続け、ついに一人の役員が田辺の不正に関与していたことを示す証拠を見つけ出した。その証拠は、田辺が多額の賄賂を受け取っていたことを示す銀行取引記録だった。松田はこれをもとに、その役員が田辺を殺害する動機を持っていると考え、さらなる追及を試みた。同時に、田辺のライバル企業の関係者にも接触し、彼のビジネス上の敵意を探った。ライバル企業の一部の幹部は田辺との競争に対して強い敵意を抱いており、
事件の背後に彼らがいる可能性も浮上してきた。さらに、松田は田辺の家族にも話を聞くことにした。田辺の妻と息子は事件について多くを語らなかったが、彼らの態度からは何か隠しているような気配があった。松田は家族の内部で何が起こっていたのかを探るために、より深く調査を進めることにした。その中で、松田は田辺の妻が夫との関係に悩んでいたことを知る。田辺は家庭内で厳格な支配者であり、妻との関係は冷え切っていた。これが事件にどのように関与しているのかはまだ不明だったが、松田はこの情報をもとにさらに調査を進めることにした。また、松田は田辺のオフィスの監視カメラの映像を確認することに成功した。映像には、事件当夜に不審な人物が出入りしている様子が映っていた。この人物が真犯人である可能性が高まり、松田はその人物の特定に全力を注いだ。映像を分析する中で、松田はその人物が田辺のビジネスパートナーの一人であることを突き止めた。彼は田辺とのビジネス上のトラブルを抱えており、殺害の動機があった。松田はこの情報をもとに、その人物を法廷に召喚し、証言を引き出す計画を立てた。こうして、松田は徐々に事件の真相に迫っていった。証拠と証言を組み合わせ、美咲の無罪を証明するための準備を整えていった。彼の努力と情熱が、真実を明らかにする日を近づけていた。ついに裁判が始まった。法廷には多くの報道陣と傍聴陣が詰めかけ、緊張感が漂っていた。小山美咲は松田の隣に座り、深い不安とともに法廷の進行を見守っていた。松田は冷静な表情を保ちながらも、心の中では激しい闘志を燃やしていた。検察側は冒頭陳述で、美咲の動機と指紋の証拠を強調し、彼女を有罪に結びつけようとした。検察官は美咲が田辺の不正行為を知り、それを告発しようとしていたこと、そして田辺のデスクから発見された指紋が決定的な証拠であると主張した。彼の言葉には自信が満ちており、美咲を追い詰めるかのようだった。松田は反論の準備を整え、証人尋問に移った。最初に呼ばれたのは美咲の友人であり、事件当夜に一緒に過ごしていた人物だった。彼の証言は美咲のアリバイを裏付けるものであり、松田は彼の証言を引き出すことで美咲の無実を証明しようとした。あなたは事件当夜、美咲さんと一緒にいたと証言しましたね。その時刻と場所を具体的に教えてください。友人は緊張しながらも、詳細な説明を行った。彼の証言は美咲のアリバイを強固にするものであり、法廷内に一瞬の静寂が訪れた。しかし、検察側はこの証言を信用できないと主張し、さらなる証拠を求めた。次に、松田は田辺のビジネスパートナーである不審人物を証人として呼び出した。彼の証言は事件の新たな展開をもたらすものだった。松田は冷静に質問を投げかけ、その人物が田辺とのビジネストラブルを抱えていたことを明らかにした。あなたは田辺克也とビジネス上のトラブルを抱えていましたね。それが原因で彼を憎んでいたのではありませんか。証人は一瞬動揺したが、冷静を装って反論した。しかし、松田は彼の矛盾点を突き、その証言の信憑性を崩していった。さらに、監視カメラの映像を提示し、その人物が事件当夜に田辺のオフィスに出入りしていたことを証明した。証拠が次々と積み上げられる中で、松田は最終的な決定打を放った。それは、
田辺が実際には別の人物に命を狙われていたことを示す新たな証拠だった。この証拠は、田辺の死が計画的なものであり、美咲は無関係であることを示していた。松田は法廷での最終弁論で、真実と正義の重要性を訴えた。彼の言葉には深い信念と情熱が込められており、法廷内の全員が彼の言葉に耳を傾けた。最終的に、裁判官は美咲の無罪を宣告し、真犯人が新たに逮捕された。小山美咲は無罪を証明され、自由の身となった。法廷を出た彼女の顔には、安堵の表情が浮かんでいた。松田真一はそんな美咲の姿を見ながら、自分の信じる正義が貫かれたことに深い満足感を覚えた。しかし、同時に法の限界や人間の欲望の深さについても考えさせられる出来事だった。美咲は松田に深々と頭を下げ、感謝の言葉を述べた。松田先生、本当にありがとうございました。あなたのおかげで、私は再び自由になることができました。松田は微笑みながら美咲の肩に手を置いた。美咲さん、あなたの無実を証明できて本当によかった。でも、これからも真実を追い求めることを忘れないでください。事件は解決したものの、田辺の死によって傷ついた人々の心は簡単には言えない。美咲もまた、この事件によって心に深い傷を負った。しかし、松田の信念と努力によって、彼女は再び前を向いて歩き出すことができた。松田は事務所に戻り、新たな依頼に向けて準備を始めた。彼の心には、正義とは何かを改めて考えさせられる思いが宿っていた。法廷での経験は彼にとって大きな学びとなり、今後の活動に生かしていくことを誓った。数日後、松田は新たな依頼人との面談に向かう。彼の目には新たな挑戦への意欲と、正義を貫く強い意志が宿っていた。秘密の審判とは何か。松田真一の探求はこれからも続く。彼が追い求める正義の旅はまだ始まったばかりである。法廷の闇。東京の高層ビル群の一角に位置する北村法律事務所。エリート弁護士として名を馳せる北村隆一は、忙しい日々を過ごしていた。ある日、彼のスマートフォンが鳴り響いた。画面に表示された名前は、古くからの友人であるジャーナリスト、佐藤直樹の妻だった。北村先生、夫の直樹が行方不明なんです。北村はすぐに佐藤の妻と会う約束を取り付けた。翌日、カフェで佐藤の妻、由美子と会った北村は、彼女の話に耳を傾けた。由美子の顔には深い不安が漂っていた。直樹は最近、大企業の違法行為や政界との癒着を調査していました。それが原因で何か大きな陰謀に巻き込まれたみたいなんです。北村は由美子の話を聞きながら、友人の行方を追う決意を固めた。佐藤は正義感が強く、危険を顧みず真実を追い求めるタイプだった。その性格が災いして、危険な事態に巻き込まれてしまったのかもしれない。北村は早速、佐藤のオフィスを訪れることにした。オフィスは雑然としており、調査の痕跡がそこかしこに残されていた。デスクの上には山積みの書類とメモが散乱しており、北村はそれらを一つ一つ丁寧に調べ始めた。その中で、北
北村は一冊の手帳を見つけた。手帳には、佐藤が調査していた大企業の名前や、関係者のリストが書かれていた。また、重要な証拠となり得る資料のコピーも含まれていた。北村はこれらの情報をもとに、事件の真相を追求するための手がかりを得た。直樹、君が命を懸けて追い求めた真実を、僕が必ず明らかにしてみせる。北村は手帳と資料を持ち帰り、事務所で詳細な調査を開始した。彼は直感的に、この事件が単なる失踪事件ではなく、もっと深い闇が隠されていることを感じ取っていた。翌日、北村は由美子に連絡を取り、今後の調査方針を伝えた。由美子さん、直樹さんの無事を祈りつつ、僕が全力でこの事件を追います。何か新しい情報があれば、すぐに教えてください。由美子は涙を浮かべながら感謝の言葉を述べた。北村先生、どうか直樹を助けてください。こうして、北村は佐藤直樹の行方と事件の真相を追うための長い戦いを開始することとなった。彼の前には、巨大な陰謀の闇が立ちはだかっていた。北村隆一は、佐藤直樹の行方を追いながら、彼が調査していた事件について詳しく調べ始めた。佐藤の手帳に書かれていた大企業の名前は、国内でも有数の巨大企業である、神谷ホールディングスだった。この企業は、表向きはクリーンなイメージを持っていたが、裏では様々な不正行為が行われているという噂が絶えなかった。北村はまず、佐藤の手帳に書かれていた関係者のリストをもとに、彼らへの接触を試みることにした。リストには、企業の内部告発者や、政界とのつながりを持つ人物の名前が含まれていた。北村はこれらの人物たちが事件の鍵を握っていると考え、慎重に調査を進めた。最初に訪れたのは、神谷ホールディングスの元社員で、内部告発を行ったとされる人物だった。彼は北村の訪問に驚きつつも、警戒心を抱いていた。しかし、北村が佐藤直樹の友人であり、彼の行方を追っていることを伝えると、徐々に口を開き始めた。確かに、私は神谷ホールディングスの不正行為を告発しました。だが、それ以来、嫌がらせや脅迫が絶えず、命の危険を感じています。彼の話によれば、神谷ホールディングスは多額の賄賂を受け取り、政界とのつながりを利用して不正な利益を得ていたという。また、彼の告発によって、一部の役員が解任されたものの、企業全体の腐敗は未だ根深いものであった。北村はこの情報をもとに、さらに調査を進める決意を固めた。しかし、彼の動きを察知した何者かが、北村の調査を妨害しようと動き始めた。ある日、北村の自宅に不審な手紙が届いた。その手紙には、これ以上深入りするな。命の保証はできない。という脅迫文が書かれていた。北村は一瞬恐怖を感じたが、それ以上に正義を貫く決意が固まった。彼は警察に通報しつつも、調査を続行することを決めた。次に北村が訪れたのは、政界とのつながりを持つとされる人物だった。彼は表向きはクリーンな政治家として知られていたが、裏では神谷ホールディングスと密接な関係を持っていた。北村はこの人物との面会を求めたが、予想通り断られた。しかし、彼の秘書から得た情報により、政治家が頻繁に出入りする高級クラブの存在を知ることができた。北村はそのクラブに潜入し、政治家や企業関係者が密談を交わす様子を目撃した。
彼はその場で証拠となる写真や音声を密かに記録し、手に入れた情報を整理するために事務所に戻った。こうして、北村は徐々に事件の全貌に迫っていった。しかし、彼の背後には常に危険がつきまとい、次第に緊張感が増していく。北村は覚悟を決め、真実を明らかにするための戦いを続けることにした。北村隆一は、佐藤直樹の調査資料をもとに、神谷ホールディングスの不正行為を裏付ける証拠を集め続けた。しかし、その過程で彼は様々な妨害や脅迫を受けることとなった。特に、企業側からの圧力は強く、北村の周囲の人々にも危険が迫っていた。ある夜、北村は自宅近くの路地で何者かに尾行されていることに気づいた。彼は冷静に行動し、尾行者を振り切ることに成功したが、その後も監視されている感覚に悩まされ続けた。北村は警察に再度通報し、身の安全を確保しながら調査を続けることを決意した。一方で、北村の調査は順調に進み、神谷ホールディングスの内部告発者からさらなる証拠を手に入れることができた。その証拠は、企業が違法な手段で得た利益を隠すために作成した偽の帳簿や、賄賂を受け取った政治家とのメールのやり取りを示すものであった。これにより、北村は事件の核心に迫る手がかりを得た。しかし、北村の動きを察知した企業側も対策を講じ始めた。ある日、北村のオフィスに強盗が侵入し、重要な資料が盗まれるという事件が発生した。警察の調査により、企業側の関与が疑われたが、証拠が不足しているため、捜査は難航した。それでも北村は諦めず、佐藤直樹の行方を追い続けた。彼はある日、佐藤が頻繁に訪れていたという郊外の古びた倉庫を見つけた。その倉庫の中で、北村は驚くべき発見をする。佐藤が残したと思われるメモや資料が隠されており、そこには神谷ホールディングスのさらなる不正行為や、政界との深いつながりを示す証拠が含まれていた。この発見により、北村は事件の全貌を把握しつつあった。しかし、同時に彼自身の命も危険にさらされていることを痛感した。北村は由美子に連絡を取り、最新の状況を報告するとともに、彼女の安全を確保するための対策を講じるよう助言した。由美子は深い感謝の意を表しながらも、夫の安否を気にかけ続けていた。北村先生、どうか直樹を見つけ出してください。そして、この事件の真実を明らかにしてください。北村は彼女の言葉に強い決意を新たにし、さらに調査を続けることを誓った。彼の前には多くの困難が待ち受けていたが、正義を貫くために戦い続ける覚悟を固めていた。ついに法廷での攻防が始まった。北村隆一は神谷ホールディングスの違法行為を暴くために、証人を立て、集めた証拠を法廷で提示する準備を整えた。一方で、企業側は強力な弁護団を揃え、北村を徹底的に攻撃する姿勢を見せた。法廷は多くの報道陣と傍聴陣で埋め尽くされ、緊張感が漂っていた。北村は冷静な表情を保ちながらも、心の中では激しい闘志を燃やしていた。彼はまず、内部告発者である元社員を証人として呼び出し、彼の証言を引き出すことにした。あなたは神谷ホールディングスでどのような不正行為を目撃しましたか？元社員は緊張しながらも、詳細な証言を行った。彼の証言は企業の違法行為を裏付けるものであり、
法廷内に一瞬の静寂が訪れた。しかし、企業側の弁護団はすぐに反論し、証人の信憑性を疑問視する質問を投げかけた。あなたの証言は本当に信頼できるものですか？個人的な恨みがあるのでは？元社員は動揺しながらも、北村のサポートを受けながら冷静に答えた。次に、北村は佐藤が調査していた資料をもとに、企業と政界のつながりを証明するための証拠を提示した。これには、偽の帳簿や賄賂のやり取りを示すメールが含まれていた。これらの証拠は、神谷ホールディングスが違法な手段で利益を得ていたことを示しています。北村の言葉には深い信念と情熱が込められており、法廷内の全員が彼の言葉に耳を傾けた。しかし、企業側の弁護団はこれにも反論し、証拠の信憑性を疑問視するために専門家を呼び出した。これらの証拠は捏造された可能性があるのでは？専門家の証言は北村の立場を危うくしたが、彼は最後まで諦めなかった。最終的に、北村は佐藤が残したメモや資料を提示し、企業と政界の深い癒着を証明するための決定的な証拠を提出した。これが真実です。この陰謀を暴くために、佐藤直樹は命を懸けて調査を続けました。北村の言葉に法廷内は再び静まり返り、裁判官もその証拠に注目した。最終的に、裁判官は企業の違法行為を認め、関係者の逮捕を命じた。北村の尽力により、真実が明らかにされたのだ。法廷の最終日、北村隆一は緊張の面持ちで裁判所のホールに立っていた。これまでの戦いが今、結末を迎えようとしている。彼の手には、最後の証拠が握られていた。それは、行方不明だった佐藤直樹からのメッセージを含むビデオだった。このビデオは、佐藤直樹が自らの命の危険を感じつつも、私たちに真実を伝えるために残したものです。と北村は法廷に向けて語り始めた。ビデオが再生されると、画面には佐藤直樹が映し出され、彼が直面していた脅威と、神谷ホールディングスの不正行為について詳細に語っていた。佐藤の冷静でありながらも情熱的な証言は、法廷内の空気を一変させた。彼の話は、内部告発者としての信頼性を裏付け、さらには政界と企業の癒着を明らかにする決定的な証拠となった。佐藤は私たち全員のために、そして真実のために戦いました。今こそ、彼の努力を無駄にしてはなりません。と北村は力強く訴えた。裁判官は深い考慮の末、神谷ホールディングスの不正行為を認める判決を下し、関連する多くの政治家や企業幹部に対しても法的措置を命じた。法廷外では、このニュースがすぐさま報道され、社会に大きな衝撃を与えた。裁判が終わった後、北村は報道陣の前で佐藤直樹の勇気を称え、今後の法的制度の改革に向けた意思を新たにした。これは終わりではなく、新たな始まりです。私たちは、佐藤直樹が示した道を進むべきです。その夜、北村は事務所に戻り、一人静かに窓の外を見つめた。彼の心には、友人を救うことができた安堵と、正義のための戦いがこれからも続くという重い責任が共存していた。罪の証明。東京の中心部に位置する検察庁。熱血漢の検事、
佐藤明は、今日も忙しい日々を送っていた。彼は法の厳しさと正義を信じ、数々の難事件を解決してきたことで名を馳せている。ある日、彼のデスクに一件の重大な殺人事件のファイルが届けられた。佐藤検事、この事件をお願いします。上司から手渡されたファイルには、富豪の息子である田中亮が恋人を殺害したとされる事件の詳細が記されていた。亮は一貫して無実を主張しており、世間も彼の潔白を信じている。しかし、佐藤は直感的にこの事件には何か深い闇があると感じた。佐藤は早速、事件の捜査資料に目を通し始めた。被害者の名前は川村美咲。事件は彼女の自宅で発生していた。現場には美咲の血痕が残されており、さらに亮の指紋も発見されていた。しかし、亮の弁護士はこの証拠が捏造されたものであると主張し、証拠の信憑性が大きく揺らいでいた。これは手強い事件になりそうだな。佐藤はつぶやきながら、決意を新たにした。彼はまず、事件現場の再調査を行うことにした。現場に向かい、細部まで確認することで新たな手がかりを見つけ出す必要があると感じた。現場にはまだ多くの謎が残されており、それらを解明することで事件の真相に迫ることができるはずだ。翌日、佐藤は事件現場である美咲の自宅を訪れた。そこには捜査員たちが集まり、現場の再調査を行っていた。佐藤は捜査員たちと共に現場を細かく調べ上げ、新たな証拠を見つけ出そうとした。彼は被害者の部屋を一つ一つ確認し、事件当時の状況を再現することで、犯行の手口を明らかにしようと努めた。その夜、佐藤は自宅に戻り、再調査の結果を整理しながら考えを巡らせた。亮が無実を主張している理由や、事件の背後にある動機について深く掘り下げる必要があると感じた。彼は亮の友人や家族、さらには美咲の関係者たちへの聞き込みを開始する計画を立てた。この事件の真相を暴き出すのは俺の使命だ。佐藤の目には決意の炎が宿っていた。彼は正義のために戦う覚悟を固め、翌日からの調査に向けて準備を整えた。こうして、佐藤明の長い戦いが始まった。佐藤明は、まず田中亮の事件について詳細に調べ始めた。被害者の川村美咲は、亮の恋人であり、事件当夜に彼女の自宅で殺害された。現場には美咲の血痕が残されており、さらに亮の指紋も発見されていた。しかし、これだけでは事件の全貌を明らかにするには不十分だった。佐藤は亮の弁護士が主張する証拠の捏造についても調査する必要があると感じた。まず、亮のアリバイを確認するために、彼が事件当夜にどこで何をしていたかを詳しく調べ始めた。亮の友人や家族、さらには彼の行動を目撃した可能性のある人々に接触し、証言を集めることにした。最初に訪れたのは、亮の親友である中村祐介だった。祐介は亮の無実を信じており、彼を守るために協力を惜しまなかった。彼の証言によれば、事件当夜、亮は一緒に飲み会に参加していたという。しかし、詳細を聞くと、飲み会は早めに解散し、その後の行動については知らないという。彼が本当に無実だとすれば、その後の行動を証明する必要がある。佐藤は次に、美咲の家族や友人に接触し、彼女の人間関係について調べ始めた。美咲は明るく社交的な性格で、多くの友人に慕われていたが、
その中には亮との関係を快く思っていない人物もいたことが分かった。佐藤は美咲の親友である佐々木直美と面会し、彼女の証言を得ることにした。美咲と亮の関係は順調だったのですか？直美は一瞬戸惑いながらも、静かに答えた。実は、最近二人の間にトラブルがあったんです。美咲が亮に何か秘密を打ち明けたらしくて、それが原因で口論になったみたいです。この証言により、佐藤は事件の動機について新たな手がかりを得た。亮が何か重大な秘密を知り、それが原因で美咲と口論になった可能性が高まった。佐藤はこの秘密を解明するために、さらに調査を進めることにした。次に佐藤は、亮が通うジムのトレーナーである藤田と面会した。藤田は亮のことをよく知っており、彼の性格や普段の行動について詳しく教えてくれた。亮さんはとても真面目で几帳面な性格です。でも、最近は何かに悩んでいる様子でした。この証言により、佐藤は亮の内面に何か大きな変化があったことを知った。彼は亮の行動を細かく分析し、その変化の原因を突き止めるためにさらなる調査を進めた。こうして、佐藤は事件の背後にある複雑な人間関係と隠された真実に迫っていくことになった。彼は真実を追求するため、次々と新たな証言と証拠を集めていった。佐藤明は、さらに深く事件の真相に迫るため、田中亮の周囲の人物を徹底的に調査し始めた。彼は亮のアリバイに関する証言を集めるだけでなく、被害者である美咲の家族や友人、そして職場の同僚など、様々な人々と接触し、事件当夜の詳細を明らかにしようとした。まず、佐藤は亮の家族に接触することにした。彼の父親は有名な実業家であり、亮が事件に巻き込まれたことに深い衝撃を受けていた。佐藤は亮の父親と面会し、彼の証言を得ることにした。佐藤検事、亮は決してそんなことをする子ではありません。彼を信じてください。父親の言葉には深い信念が込められていたが、それだけでは事件の真相を明らかにすることはできなかった。佐藤は次に、亮の母親や兄弟とも話をし、彼の家庭環境や性格について詳しく調べた。家族の証言から、亮が非常に愛情深く誠実な人間であることが分かったが、同時に彼が抱えているプレッシャーや悩みも浮かび上がった。次に、佐藤は被害者である美咲の家族と面会した。彼女の両親は深い悲しみに暮れており、事件の真相を知りたいと強く願っていた。佐藤は彼らの協力を得て、美咲の生活や人間関係について詳しく調べることにした。美咲はとても優しくて、誰からも愛される子でした。でも、最近は何かに悩んでいる様子でした。美咲の母親の言葉により、佐藤は彼女が何か重大な秘密を抱えていた可能性があることを知った。彼はこの秘密を解明するため、美咲の友人や同僚に聞き込みを行うことにした。次に佐藤は、美咲の職場を訪れ、彼女の同僚たちと話をした。美咲は広告代理店で働いており、職場では非常に評判が良かった。しかし、彼女の同僚の一人が事件について興味深い証言をした。実は、美咲さんは最近、会社の内部で何か不正が行われていることに気づいたようです。それを誰かに相談しようとしていたみたいですが、この証言により、佐藤は美咲が会社の不正に関与していた可能性があることを知った。彼はこの不正が事件の動機になり得ると考え、
さらに調査を進めることにした。一方で、佐藤は寮の友人たちにも接触し、彼の性格や行動について詳しく調べた。友人たちの証言から、寮が非常に信頼されている人物であることが分かったが、同時に彼が何か重大な秘密を抱えていることも浮かび上がった。こうして、佐藤は次々と新たな証言と証拠を集め、事件の真相に迫っていった。しかし、同時に彼の前には多くの困難が立ちはだかっていた。証言が揺れ動き、証拠が不足している中で、佐藤は真実を貫くための戦いを続ける決意を新たにした。ついに法廷での攻防が始まった。佐藤明はこれまで集めた証拠と証言をもとに、田中亮が川村美咲を殺害したことを立証しようとした。法廷には多くの報道陣と傍聴陣が詰めかけ、緊張感が漂っていた。佐藤はまず、事件現場の状況を詳細に説明し、現場に残された寮の指紋や被害者の血痕について言及した。彼はこれらの証拠が決定的であると主張し、寮が事件当夜に現場にいたことを示そうとした。被告人の指紋が現場に残されていたことは、彼が事件当夜にそこにいたことを示しています。さらに、被害者の血痕が彼の衣服に付着していたことも明白な証拠です。しかし、寮の弁護士はすぐに反論し、証拠の捏造や信憑性に疑問を投げかけた。彼は証拠が操作された可能性があることを主張し、佐藤の立証を揺るがそうとした。これらの証拠は本当に信頼できるものでしょうか。捜査過程で何か不正が行われた可能性は否定できません。佐藤は冷静に反論し、証拠の信憑性を補強するために次々と証人を立てた。まず、事件当夜に寮のアリバイを証言した友人の中村祐介を呼び出した。祐介は寮の無実を信じていたが、詳細な質問に対して曖昧な答えを繰り返した。あなたは事件当夜、被告人と一緒にいたと証言しましたが、その後の行動については詳しく覚えていないのですか。祐介は一瞬戸惑いながらも、そうです。飲み会の後は別々に帰りました。と答えた。佐藤はこの証言から、寮のアリバイが曖昧であることを示そうとした。次に、佐藤は被害者の親友である佐々木直美を証人として呼び出し、美咲が寮と口論していたことを証言させた。あなたは被害者が被告人と口論していたと証言しましたが、その内容について詳しく教えてください。直美は深呼吸をしてから答えた。美咲は寮に何か重大な秘密を打ち明けたようで、それが原因で口論になったと聞いています。この証言により、佐藤は寮が美咲を殺害する動機を示そうとした。さらに、彼は美咲の職場の同僚の証言をもとに、彼女が会社の不正に気づき、それを告発しようとしていたことを明らかにした。被害者は会社の不正に気づき、それを誰かに相談しようとしていました。この不正が事件の動機になり得ると考えられます。法廷内は緊張感に包まれ、佐藤と寮の弁護士の攻防が激しく続いた。弁護士は証拠の信憑性を疑問視し、佐藤は次々と証人を立てて真実を立証しようとした。最終的に、佐藤は決定的な証拠を提示することに成功した。それは、寮が事件当夜に美咲の自宅近くで目撃されたという新たな証言だった。この証言により、寮のアリバイが完全に崩れ、彼が犯行を行ったことが明らかになった。法廷での攻防が終わり、ついに判決が下る日がやってきた。
裁判官はすべての証拠と証言を精査し、田中亮に対する判決を言い渡した。被告人、田中亮を有罪とする。この言葉に法廷内は静まり返り、報道陣や傍聴人たちも息を飲んだ。佐藤明は自らの尽力が報われたことを感じながらも、深い思いにふけっていた。亮は静かに裁判官の言葉を受け止め、無念の表情を浮かべていた。彼の家族もまた、深い悲しみとショックに包まれていた。佐藤は亮の家族に対しても、深い同情を感じていたが、それ以上に正義が貫かれたことに満足感を覚えていた。裁判が終わり、佐藤は法廷を出ると、多くの報道陣に囲まれた。彼は記者たちの質問に答えながら、この事件がどれだけ重要であったかを語った。この判決は一つの大きな前進です。しかし、法の限界と真実を追求することの難しさを痛感しました。私たちはこれからも正義のために戦い続ける必要があります。亮の家族もまた、深い悲しみの中で佐藤に感謝の意を示した。佐藤検事、あなたの尽力に感謝します。私たちはこの判決を受け入れます。佐藤は微笑みながら彼らの肩に手を置いた。この事件を通じて多くのことを学びました。これからも真実を追い求め続けます。事件は解決したものの、佐藤の心には深い傷跡が残った。彼はこの事件を通じて、法の限界や人間の欲望の深さについて考えさせられることになった。しかし、彼は新たな事件に向けて、より一層の決意を固めていた。佐藤は新たな依頼人との面談に向かう。彼の目には新たな挑戦への意欲と、正義を貫く強い意志が宿っていた。罪の証明とは何か。佐藤明の探求はこれからも続く。彼が追い求める正義の旅はまだ始まったばかりである。